ボンジュール。今日はヨーロッパ最大級の骨董市フォア・ドゥ・シャトゥを訪ねます。パリからの遠足気分でどうぞゆっくりとお楽しみくださいませ。まずはパリ郊外線のルイユ・マルメゾンの駅からスタートです。パリ中心部からこの駅までは20分ほどで到着します。列車の進行方向先頭の方に進んでルー・デ・ドゥ・ギャーという名前の出口に来ました。ここから骨董市まで無料のシャトル便が出ているんです。このムッシュが運転手さんですね。今日は私、親しい友人と一緒です。シャトルの先頭に陣取って2人ともすっかり子供の頃に戻ったような気分です。大人になってもこういうのってワクワクしませんか？シャトゥの骨董市の様子はこのチャンネルでは1年半前にご紹介していて、たくさんの方々にご覧いただきました。どうもありがとうございます。この骨董市、もう50年以上の歴史があるもので、春と秋の年に2回、パリ郊外のシャトゥ市にあるセーヌ川の中州の島で開催されています。その島はルノワールをはじめとする印象派の画家たちの制作の舞台になったことでも知られています。柳青める春になってきましたね。セーヌ川のこの中州の島でシャトルを降ります。ムッシュが私たちに手を振ってくれました。このシャトル便、かわいすぎませんか？メゾンフルネーズ、道路の向かい側にある建物、まさにここがルノワールの絵の舞台になったところです。今はレストランとミュージアムになっています。骨董市の入り口が見えてきました。オープン直後の時間だからでしょうか、行列ができています。私たちはインターネットでチケットを事前に買っていたので、チケット売り場の行列には並ばずに中に入りました。いよいよスタートです。ヨーロッパ最大級、300以上ものスタンドがある骨董市ですから、とにかくたくさん歩く覚悟で来ました。入り口のすぐそばのこのスタンド、とってもセンスが良くて思わず引き寄せられます。1年半前も確かこの場所にこのスタンドはありました。食器そのものが可愛らしい上に飾り方が素敵です。ガラスの器も美しいですね。スミレの花がさりげなく飾ってあったりして、本当にセンスがいいです。アンティークに詳しい女友達と巡る骨董市は気分が上がります。これ梅酒や食後酒にいいわね、彼女。
クリスタル製で18ユーロですって。これは何に使うのかわからないけど、なんだか可愛らしい。これはきっと昔の灰皿なんでしょうね。ノルマンディーの思い出ですって。この辺りはブルーがテーマになっているのかしら。そしてこちらは赤。こんな風にさりげなく演出がしてあると、一つ一つのものがさらに魅力的に見えます。カフェオレボールがプランターになっていますね。これは大きなポアブリエ。結構重たいです。これで120ユーロ。中に一体どれくらいの胡椒が入るのかしら。小鳥のさえずりが聞こえましたか？この2月3月、パリはとっても雨が多かったんですけれども、今日は本当にいいお天気、気持ちがいいです。あら、こんな可愛い女の子も骨董市巡りかな。これも売り物でしょうか。なんかどんな風になっているんでしょう。気になって見ていたら、お店の方が来てデモンストレーションしてくれました。これはスペイン製のオルゴール。6つの曲が奏でられるんですって。ちなみに2200ユーロの値札がついていました。これはきっとパン皿ねと私の友人が言います。こういう細工ができる職人さんが今はもうそんなにないのかもねと。確かにそうかもしれません。こちらはぐっと繊細な磁器。美術館にあるくらいのレベルでしょうか。こういうものをコレクションしている方もいらっしゃるんでしょうね。真ん中にいるのはナポレオンかな。なんとここにお相撲さんがいました。有田焼とか小伊万里はフランスでしばしば見かけますけれど、さすがにお相撲さんは私初めてですね。今日は光が美しいのでガラスがとても綺麗に見えます。その隣のものが私たち気になりました。お箸箱とか言ってたんですけれども、C'est Qajar, c'est indien 19e siècle. Indien Ah oui, en papier mâché, Oui. et voilà, et laqué. 羽ペン入れ、C'est magnifique. 紙張り子に漆を塗ったもので、 Qajar. 19世紀のインド製ですって。同じスタンドのこのオブジェに私の友人はとても惹かれていました。
とっても繊細な細工がしてあります。天使物に弱いのよと彼女。手が浮いていたり、細工が結構細かいです。人それぞれ惹かれるものがありますね。年代物のワインけどこれ飲めるんでしょうか。これはテーブルの上に花を生けるためのオブジェ。この端まであるのはなかなか珍しいわと友人が言います。なるほど、見ているところが違います。これはシルバーのナイフフォークスタンドですって。表情がなんだかとっても豊かですよ。シルバーのカトラリーを私はいつも気にして見ています。ここに並んでいるのは1箱60ユーロの値札がついていましたけれど、どれも全部50ユーロでいいそうですよ。また別のスタンドにはバラ売りもありました。全部がピカピカで、なんだかお値段も安いような気がしたので、本当にシルバーとお店の方に尋ねたら、ウィーマダムと苦笑いされてしまいました。失礼な質問をしちゃいましたね。季節柄でしょうか、アスパラガスをモチーフにした器をいくつも見かけました。中でもこれは水が落ちるような穴が開いていたりして、とても立派。400ユーロとか言われたような気がしました。サルグミヌ・ミントンも最近人気のようですね。いくつかのスタンドで見かけましたが、こちらのが一番お安かったような気がします。これは友人も私もなんだか好きな感じねと一緒に目に留まった器。一脚20ユーロですって。そしてこちらは2ユーロ。まあ随分お買い得じゃないですか。目が3ユーロ。しかもセットでってどういうこと？こういうことでした。これもなんだか気になります。絵柄が可愛いですけど、何に使うものなんでしょうね。中国から渡ってきたものですね。このスタンドもまたセンスがいい。こういった感じのテイストのお皿が今はきっと人気なんですね。本当にいろいろな種類のものを見ました。これは歯ブラシ入れでしょうか。日本の柄の鍋敷きもありました。でもこれフランス製なんですよね。
このピッチャーも面白いでしょう。こちらのスタンドのワンちゃんの食器もまたおしゃれでした。皆さんそれぞれお目当てのものがあるんでしょうね。結構真剣に見てらっしゃいますね。これは何を入れるもんなんでしょう。なんかとっても可愛らしくないですか？おつむの感じもいいんですよね。ちなみに45ユーロだそうですよ。これは私の友人の目に留まったもの。何かというと、そう、帽子をかけておくものなんですね。これは私一人でいたら見過ごしていたものです。ここにはお裁縫道具もありました。このミシン機能するんでしょうかね。この方がお裁縫道具一手に引き受けてくださるわけね。頭にハサミが刺さっているというデザインはどうしたものでしょうね。出店者の方々が本当に皆さん優しいです。説明してくださる手がいかにも働く人の手だなと思いました。これはちなみに塩コショウと真ん中にはマスタードを入れるものだそうです。これは豚さんの水差し。こっちには鶏もいますね。しかも豚さんはハムをぶら下げてるんです。出店者の方々、ここでこれからランチですね。彼らにとってもこの骨董市はお祭りっていう気分なんでしょうか。人生を楽しんでるような感じがいいですよね。私たちもお昼ご飯にしましょうか。シャトゥの骨董市は食事をするのにも事欠きません。食べ物のスタンドがずらりと並んでいるんです。皆さん旺盛に食べていらっしゃいますね。これは何でしょう。おそらくココナッツのシャーベットを作る装置です。フランス領のアンティル諸島から来ているんじゃないかと思います。歴史をたどると、この骨董市はそもそもハム祭りに由来するものだそうですから、このスタンドはお約束というわけですね。迷った挙句、私たちはここを選びました。何はともあれ、
まずはこれでしょう。朝から歩いた後のビール、最高です。お料理が来ました。どうです？美味しそうでしょう？こちらはアルザス名物のタルトフランベ。湯気が出てます。こちらはじゃがいもとベーコンの上にマンステールというアルザス名物のチーズを乗せて焼いたもの。私たちはこれを半分ずついただきます。友人と一緒だと2つの味を楽しめるところが嬉しいです。取り皿にもアルザスの模様がついています。これどこかのスタンドで売ってたような気もします。もちろん私たちは完食しましたよ。郊外線の線路の近くで何か動いている気配と思ったらリスがいました。さてもう少しスタンド巡りをしましょう。この綺麗な女性、とっても熱心に何か探してますね。手芸用品のスタンド。そういえば私綺麗なボタンがあればいいなと思っていたんでした。というのも料理家の大原千鶴さんの着物姿を私はとても美しいと思ってるんですが、彼女の本でアンティークのボタンを帯留めにしているのを見ました。すごくいいアイデアだと思ったので、いつかぜひ真似したいなと思ってるんです。これはきっとシャンデリアの部品だと思うんですが、私のお友達はクリスマスツリーのオーナメントにいいわよねと言います。確かにその通りですよね。そしてまたこれも彼女が発見してくれたドールハウス。中の家具や調度品まで丁寧に作られていて、思わずかわいいを連発してしまいました。これも売り物なのでしょうか。まあ至るところに遊び心が満載です。見どころはまだまだつきませんけれども、日のあるうちにパリに戻りたいと思います。帰りもシャトル便に乗りましょう。シャトゥの骨董市のショッピングバッグを満載にしている方も結構いました。運転手さんまた私たちに手を振ってくれました。オーバー。今日の私の収穫はこちらです。シルバーのカトラリーを少しやっておきたいなと思っていたんですが、新品はとてもいいお値段ですし、かといってたくさん揃えておく必要もない
というわけでバラ売りのスタンドで買いました。このスプーンがですね、私が10年ほど前にやはりアンティークのお店で買ったものと同じと思ったので、これでお揃いにしようと思いました。ただ微妙に重さが違っていたり、作りも若干違うような気がしたので、全く同じものではないんですが、まあいいとしましょう。さて、お茶にしましょう。今日のお茶はバニラの香りがする紅茶です。以前このチャンネルでご紹介したコンセルバトワー・デ・ゼミスフェーという店のイル・ボナパルトという名前の茶葉です。今日のスイーツはこちらです。とっても繊細な感じのケーキでしょう。ここで買ったばかりの銀のスプーンの登場です。こういうごくシンプルなデザインのものが何にでも合わせやすいのではと思って選びました。お皿はアンティークのバルボチーヌ。これももう10年くらい前になるでしょうか。ノルマンディーのル・ペルシュという地方を旅した時、小さな村でたまたま開かれていた骨董市でとてもお安く買わせていただいた思い出のものです。このケーキ、グレープフルーツのムースにバラの香りが忍ばせてありました。色だけでなく風味もまた偶然にお皿によく合っていました。このケーキはデガトー・エ・リュパンというお気に入りのお店のものです。ここもいつかご紹介したいですね。最後までご覧くださいましてどうもありがとうございました。今日の動画はいかがでしたでしょうか。気に入っていただけたら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。皆様からのコメントがいつもとても励みになっています。ではまた次回お会いいたしましょう。アビアント。